さんどうもこんにちは、富田海斗です。普段は音楽プロデュース、作詞作曲、編曲、音楽講師などをやっております。2022年の4月からこの J-POP の分析動画を投稿し始めたんですが、おかげさまですごい見てくれてる方がね、多くて、楽曲の理解を深めたりとか、単純にちょっと楽曲への興味で見てくれてる方も、それが一番多いと思いますし、音楽理論、音楽を勉強したい方とかも見てくれてると思うんですけど、僕よくコード書いてるじゃないですか。なんかよく質問で、あれの読み方を教えてくださいとか、ちょっとそのコードの勉強の仕方を教えてくださいとかよく来るんで、あんまり順序立ててはないんですが、基本的な知識的な話をなんとなく取ってみようかなと思って話し始めました。もうどんどん早速いきますね。行きますよ。僕はリアクション動画でコードを書くときに3列書いてると思うんですよ。上にローマ数字、2個目にキーが C のやつ、で3個目にオリジナルのキーのやつ。簡単にまず説明しちゃうと、上のローマ数字っていうのはそのキーの中の何番目のコードか度数が書いてあるんですね。で、ディグリーとか言ったりするんですけど書いてある。で、真ん中にはC に直した時に簡単に弾きやすいように、考えやすいように2段目が書いてある。で、3段目はオリジナルのキーで普通に弾くためにオリジナルのコードを書いてあるって感じなんですけど、ちょっとそれ言われてもよくわかんないよっていう人もいると思うんで、まず1段目の話をちょっとしましょうか。わからない用語とか出てきちゃうと思うんですけど、積極的にわかんないこと調べながら見ていただけるとすごい理解が進むかなと思うんですが、なるべくわかりやすく説明しようと思います。どうしようかな。ちょっと鍵盤に近づけますか。僕の顔なんていらないよね。Come on。まず音の読み方からこれがね、ドです。ドレミファソラシド、これです。英語だと C、D、E、F、G、A、B って言うんですね。ラから A、B、C、D、E、F、G、A、B、C、D、E、F、G ってなってるなってことをまず覚えればいいんだと思うんですね。だからまずそこの紐付けを結構やんなきゃいけないんで、訓練してもらうしかないんですが、度数って何なのかっていうと、単純にドを1と数えて、1、2、3、4、5、6、7で、1に戻ってくる。7、6、5、4、3、2、1、7になるっていうのが、この度数の基本的な考え方で、コードも同じです。コードっていうのは、まず作り方的には、この見た目上は1個分け、発見で見たときに、1個分けにしたときに、基本的なコードが3和音が作れます。C の音から、1個分けで重ねて和音作ったとき、このコード自体も C って言うんですね。厳密に言うと C メジャーっていうコードになります。1、2、3、4、5、6、7。7個の和音が作れるわけですけど、この和音の響きっていうのが、これとこれだとやっぱ違うんですよね。で、なぜかっていうと、何が違うのかっていうと、メジャーとマイナーっていうコードがあって、1、2、3度の音の高さによって違います。これは3度の E の音まで半音が1、2、3、4個上がる。だけど、こっちは、半音が1、2、3個なんですね。ここまで。上げれば D メジャーになるんですね。逆にこの C メジャーは、これ下げれば、3度の音下げれば C マイナーになります。だから、基本的にメジャーとマイナーっていうコードがあって、ちょっと言っちゃいますけど、C メジャー、D マイナー、E マイナー、F、G、A マイナー。で、最後はね、B マイナーのフラット5って言うんですけど、これちょっと置いといて。なので、僕の動画内でも分かりやすいように、1、2、3、4、5、6、7ってローマ数字で書いてんだけど、メジャーのコードは大文字で書いてて、マイナーのコードは小文字で表記してます。そうじゃない表記の仕方もあって、全部大文字で書く表記の仕方もあるんですけど、便宜上、そっちにした方がすごい、書きやすいなって思ったんで、結構最初からそうしてますね。おめえ何言ってんだ。これは、5度の、これ見えてる ?5 度の距離感は、ここからここの距離って全部固定なんですけど、こいつだけね、本当はここなんですよね。他のやつと一緒にすると。だけど、それが発見することで、ここも下がってるんで、こういうのを B マイナーのフラット5、マイナス5って書いたりします。覚えましょう。覚えましょうっていうか慣れましょう。で、ちょっと2段目の話をしていこうと思うんですが、2段目と1段目は結構ね、今の考え方で持っていきます。1って上に書いてあったら、キーが C だったらもう C になりますね。ちなみに、メジャーっていうのは省略されてるんで、マイナーって時だけちっちゃい M が書いてあるんですが、1が C、2が D マイナー、3が E マイナー、4が F、5が G、6が A マイナー、
7マイナス5って書いてると思うんですが、b マイナーフラット5ってなります。この紐付けをね、覚えていきましょう。じゃあ、オリジナルキーなんやねんって感じなんですが、そこはちょっとね、ややこしいとこで。今、キーが C の話してるんで、すごいわかりやすい状態になってます。で、よく僕、その C プラス2とか C マイナス5とか書いたりするんですけど、トランスポーズっていう音の高さを変える機能を使えば、どの曲でも今の知識だけ C で弾くことができるんですね。例えば、こういう曲が流れた時に、いや、めっちゃ黒鍵出て弾きづらいやんってなると思うんですけど、これはね、E メジャーっていうキーがあって、1度の音がここにあるんですよ。それが難しい。1度の音はどっから始まってるかわかんないですよ、曲によって。例えば、E っていう曲があった時に、この C から見たら4個高いじゃないですか。普通は、これが C の高さです。このトランスポーズっていう機能を使って、キーを4個上げると、原曲キーに合うんですよね。こうやるとね、原曲にキーになる。で、今、8鍵しか弾いてないから、簡単に8鍵だけ考えられるように、2段目にキー C っていうのが書いてあります。でもその場合は原曲キーにしたければ、トランスポーズ機能を使ってください。ギターだったらカポを使ってくださいっていう話になるんですね。まずここまでの話がすごい重要なんで、特にギターとかね、よく弾く人は、C ってこの形、F ってこの形って覚えちゃってる人多いと思うんですが、ちゃんとこう番号で考えれるようになった方が、実は、応用が効くよっていう話になります。まあ、例えばキーが C の曲があったら、それを今ディグリーにこう直すことができるっていう状態に練習すればなるんですけど、じゃあオリジナルキーはどうしようかっていうことなんですが、オリジナルキーは、これも特訓ですね。キーっていうのは、ドから C まで12種類あるんですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。1度の場所がこうずれていくんですよ。曲によって。でも、この音階のこの音と音の距離感はキープしなきゃいけない。例えば、C だったら、ドからレまでは、これ実は半音が入ってるんですね。で、こういうのを全音って言うんですけど、半音2個分。ドからレ、レからミは全音になってる。けど、ミからファは、ここに黒鍵がないんで、実はここはもう半音なんですね。シからド、7度から1度もこう半音になってます。つまり、3から4度、7から1度、ここが半音になってるのを、キープした状態で平行移動しなきゃいけないんですよ。例えばの話すると、じゃあ G から音階を作ってくださいってなった時に、3、4と7、1を半音にしなきゃいけないっていう縛りで弾くと、全部8鍵で弾くと、こうなっちゃいます。なんかおかしいなって思ったと思うんですけど、感覚的に。なんか最後の方おかしいじゃないですか。まず、3と4、1、2、3、4の3と4はもうこれ半音になってるんで、何もいじんなくていいんですよね。8鍵のままでいい。だけど、7、1を半音にしなきゃいけない。これだとね、5、6、7、1。6と7が半音になっちゃってるんですよ。ってことは、ここは全音にしなきゃいけないから、1個これ上げなきゃいけないんですね。で、上げることによって何が起こるかっていうと、7度から1度が半音になる。これが、音階の作り方です。だから、キーによってどこが黒鍵になるかっていうのはもうこれ覚えておいた方がいいと思うんですが、一応覚え方があって、ドから数えて5度の音、ここから始まる、ここを1としたキーっていうのは、7度がシャープになるようになってます。だから、これは何もシャープがないけど、1、2、3、4、5、ここから弾くときはこの7度をシャープにしなきゃいけない。じゃあ今度は G の5度の音から音階を作るときも、7度を半音上げなきゃいけないんですよね。で、そのシャープになったのはどんどん受け継がれていくんですよ。今、ファとドがシャープになったなとか。で、これをずっとやっていけば、どんどんシャープが増えていって、いろんな音階のどこが黒鍵になるかなっていうのを覚えていけると。逆パターン。待って。C の、この5度下、4度の音を、1度としたときに音階を弾くとどうなるかっていうと、4度がフラットになるっていう特徴があります。例えば、7、
1、はね、もう、これ何もしなくても半音になってるんで、ここら辺は何も変えなくていいんですけど、ここら辺ちょっとおかしいじゃないですか。3と4が全音になっちゃって、4と5が半音になっちゃってるんですね。じゃなくて、こことここを半音にするために、4度の音を下げなきゃいけないっていうのが、この5度下家族調へのこう、胃腸の時に4度をフラットしなきゃいけないっていう特徴があります。じゃあ、これの F の4度の音からスタートするキーはどうなるかっていうと、これもちょっとおかしいじゃないですか。4度の音を下げる。ってやっていくとこう、B フラットっていうキーになったりとか、今ちょっと結構難しくなってきましたね。頭が混乱してくると思うんですが、まあこれも早めに喋っちゃってるけど、まあ調べながらゆっくりね、考えてみると、だんだん分かってくるんじゃないかなという感じがします。ディグリーキーが C で、下に、じゃあオリジナルキー G って書いてあったら、例えば、ちょっと一個だけ例出すと、4、5、6って書いてあるとしましょう。C で考えると、F、G、A マイナーになると思います。シンプルですね。じゃあ、キーが下 G って書いてあったら、G の4度は C なんで、ここから、で、F はシャープにしなきゃいけないんですけど、C、D、E マイナーになるんですよね。原曲キーで C で弾けるにはどうすればいいかっていうと、C から見て G は、マイナス5のキーに当たるんで、トランスポートでマイナス5下げると、そう、これが、これと全く同じ高さになるっていう。今 G で弾きました。もうおすすめは正直、もうトランスポートしまくって C で弾いていいと思います。僕みたいにいろんなキーで弾けるようにしたいみたいな人は、少しずついろんなキーを覚えていくといいのかなっていう感じですかね。あ、ちょっと一回カメラ戻すかな。皆さんにちょっとお願いがあって、特に音楽理論が割とわかる方、もしコメント欄で困ってる人いたら、僕わかるよっていう人がいたら、優しく皆さんで協力し合って教え合ってほしいんですよね。まあこれはちょっと理想論なんで、うまくいかないかもしれないんだけど、全然強制でもなんでもないし、音楽ライフが楽しくなるように、そういう流れも作っていきたいなと思ってお願いを言いました。今日はすごい基本的な話しかしなかったんですけど、今日やったキーの中で音を作る、こういう C だったら黒鍵を使ってなかったと思うんですけど、そういうコードっていうのはダイアトニックコードって言って、すごい基本的なコードになります。だけど、こういろいろね、複雑になってた時にノンダイアトニックとか、オーギュメントとか、ディミニッシュとか、セカンダリードミナントとか、なんかいろんなこの音楽理論の発展はいろいろあるので、僕がね、そういう曲好きだからそういう動画ばっか上げちゃうんだけど、そういうのはもう全然自分で調べてもらっても解決すると思うし、毎度分析動画とかで喋ったりとか、まあどっかで一回まとめて動画撮っちゃってもいいかなっていうのはちょっと思ってるんですが、今日は割と動画の見方、コードの読み方みたいなところにちょっと焦点を当てて解説してみました。それこそ質問とかあったらコメントに書いていただけると幸いです。またじゃあ次回の動画でお会いしましょう。さよなら。